おい、こんな簡単なことに何分時間かかってるんだ。静かな和食屋の厨房に怒号が響く。冬の早朝、冷え込んだ空気がすんと鼻に染みて涙を誘う。すみません。怯えたように謝る俺に料理長の古川さんは大きなため息をついてみせた。お前は何度言ったらわかるんだ。使えないやつだな。古川さんはまな板の上にある切りかけの大根を投げ捨てながら怒鳴り続ける。形もいびつ、厚さもバラバラ。どうやったらこれでうまい料理になるんだ。俺の名前は田辺修二。とある和食料理屋で一人前の料理人になるために修行中の身だ。今日も早朝から仕込みに取り掛かっていたのだが、古川さんに指示された通りにやってみたものの、どうやら俺の包丁さばきが気に入らなかったようだ。確かに腕はまだまだ半人前。それは自分でも自覚していた。けれど、たとえ形は悪くても元は同じ大根。お客様に出せるような見栄えでなかったとしても自分たちで食べることはできる。それなのに古川さんは全て廃棄してしまう。食材に対しての感謝の思いを汲み取れず、俺はいつも嫌な気持ちになっていた。それどころか古川さんは必要以上に自分より下の人間には強く罵倒する癖がある。俺を筆頭に修行中の人間は日々古川さんの態度に精神的なダメージを受けていた。確かに古川さんの作る料理はうまい。見た目も完璧だし、料理の腕は間違いないだろう。けれど内面の人間性は絶望的。他人を見下し、気に入らなければ平気で暴言を吐く始末。この人が料理長として働いていることに俺は疑問すら覚えていた。毎日なじられながらも俺は懸命にこの仕事にかじりついた。俺には絶対に叶えたいと心を燃やす夢があったからだ。俺の両親は幼い頃に離婚。母親に育てられていたが、そんな母も俺が小学校低学年の時に病気で他界。身寄りのなくなった俺を引き取ってくれたのは母方の祖母だった。祖母は片田舎の山奥に住んでいた。年寄りにはなかなか住みにくい土地ではあったものの、長年そこで暮らしていた祖母は今さら住居を変えようとは思わなかったらしい。そんな山奥の生活を余儀なくされた俺、最初はかなりの戸惑いがあった。けれど珍しかった自然や野生の動物と触れ合ううちに、俺の心の傷は少しずつ癒えていったのだ。なかなか食材を調達することが難しかった山の生活。基本は家で育てた野菜を中心に、時々川で捕まえた魚が食卓に並ぶ。たまに近所のおじさんの車で山の下に降りた時が唯一の買い物できるタイミング。そんな生活を高校卒業するまで続けていた俺は、食材の大切さを身をもって知っていた。祖母はたくさんの料理を俺に教えてくれた。その料理はどれも優しくて温かい味。祖母のもとで育った俺は高校を無事に卒業し、山を降りた。本当は料理の専門学校へ行って勉強したいという気持ちが一番強かったけれど、専門学校に進学できる余裕はどこにもない。ましてや俺が口にすれば祖母は気にしてしまうだろう。俺は料理を学ぶことを諦め、そのまま普通のサラリーマンとして社会人生活を始めた。社会人になってたくさんのことを学んだ。辛いこともあったし、理不尽な場面に立たされることもあった。それでもがむしゃらに仕事をこなして、それなりの役職にもなれた。生きていくには十分な生活。だけど心の中では未だに料理の道へ進まなかった自分に後悔をしていた。自分の気持ちと現実の狭間に揺れ動き、気づけば2年が過ぎていた。今やらなくっちゃもう一生やることはないだろう。そして一生やらなければ俺は後悔するだろう。そう思った俺は
43歳で安定したサラリーマンの仕事を捨てて料理の道へ進むことにした。見習いを始めて2年が過ぎた。現実は厳しい。これまでの間に何も変化がないことに俺は失望していた。もしかしたら自分にセンスがないのかもしれない。才能のないことが分かったのなら、すぐにでもまた安定した道に戻った方が身のためだ。それは頭の中では理解していた。けれど俺はそれと同時に環境の悪さも気になっていた。料理長の古川さんは下を育てる気はない。指導された記憶もなければ、見よう見まねで仕事をこなせば怒鳴られる始末。教えてほしいと下手に頼んでも、見て覚えろというだけで何の助言もない。正直心が折れて辞めていった仲間は見習いだけではない。傍若無人で自分勝手な古川さんを見かねた料理人たちが毎年何人もこの店を去っているのだから。しかしオーナーは古川さんの腕を信じている。どんなに周りが辞めても問題がある古川さんを咎めている様子はない。このままここにいても俺はきっと変わらないだろう。こんばんは、夏美ちゃん。ちゃんと家にいるかい？ある日、俺は仕事帰りに隣人のドアを叩いた。少ししてから照れたように顔をしかめる少女が姿を見せる。うっせえな、ちゃんといるだろ。いなきゃ飯食いっぱぐれるし。彼女は隣の部屋に住む中学生の夏美ちゃん。母親と妹の3人暮らしだが、親は仕事でほとんど家に帰っていないらしい。中学生の夏美ちゃんは妹の面倒を見る優しい姿の反面、俺が知り合った時には近所の不良として有名な子だった。ある時に家で料理の練習がてらに作った食事をお裾分けに行ったことがきっかけで仲良くなった俺たち。今では仕事の後に持ち帰ってきたまかないや、俺の作った店に並ばない料理を差し入れとして手渡していた。俺が料理を差し入れることで夏美ちゃんたちが少しでも上をしのぐことができるなら。そう思いながら週に何度かこうして食事を提供している。それに自分の作った料理を誰かに食べてもらうことが嬉しかった。彼女も俺と知り合って食事がもらえるようになってから悪い連中とつるむのをやめたらしい。彼女が不良になった理由も母に対しての反発心とともに妹の食事を調達するためだったと言っていた。彼女の更生にも役立ったのなら、俺は自分のことを少し誇らしく思う。この間くれた魚料理うまかった、ありがとう。照れくさそうに小声でお礼を言う夏美ちゃん。俺はそんな姿を微笑ましく思っていた。今度俺が作り方を教えてあげるよ。一緒に作ろう。俺の提案に夏美ちゃんはパッと顔を明るくして喜ぶ。本当か？約束だぞ。予想外にもとても喜んでくれたようだ。俺はうなずいて夏美ちゃんの頭をポンポンと撫でた。ああ、約束だ。田辺、いつになったらまともに下ごしらえできるようになるんだ。今日も相変わらず理不尽な怒声を浴びていた。その日の機嫌で言うことがコロコロと変わる古川さん。彼の怒りに触れないように最善を尽くしても、一日の中で必ず彼は誰かを怒鳴りつける。この世界に飛び込んだ年齢も遅い俺のことは一番手軽に罵倒できる人間だとしか思っていないのだろう。彼のストレス発散に使われる俺はその分どんどんと精神を壊していく。最近何をするにしても反射でビクビクと怯えるようになってしまった。年だけ取って使えねえやつはいらねえんだよ。さっさとやめろザーゴ。もう限界だった。好きで始めた料理。けれど今は包丁を握る手がストレスで震えている。逃げ出さなければ俺自身が壊れてしまうかもしれない。そう思った俺は仕事を辞めて家を引っ越す決意を固めた。引っ越し当日、俺は夏美ちゃんに最後の料理を作っていた。約束していた
料理を一緒に作ることはかなわなかったけれど、それでも彼女に俺の料理の味を忘れないでいてほしい。おこがましいかもしれないけれど、俺はそんな気持ちを込めながら最後の料理を作っていた。簡単なメモに黙って引っ越すことを謝罪した文章を書いて、弁当と一緒に手提げに入れると、俺は何も言わずにそれを隣の家のドアノブにかけた。元気でな。玄関のドアをじっと見つめ、俺はそのままその場を去った。脳裏には夏美ちゃんと約束を交わしたあの日の笑顔が浮かぶ。いつの間にか俺の瞳には涙がこみ上げていた。それから10年後、俺は料理の道を諦めきれず、少し離れた土地で働いていた。新しく勤めた割烹料理屋で、俺は筋を見込まれ、たくさんのことを学んだ。これまでの時間は何だったのかと思うほど、めきめきと力をつけた俺。今では店の料理長を任されるほどに成長した。オーナーもおかみさんも愛想が良くて人当たりもいい。年齢もさほど変わらない俺に一生懸命向き合ってくれた。俺はその恩に報いたいと毎日仕事に必死に食らいついた。そんな俺の成長を二人は心から喜んでくれた。しかし順調だったこの店に暗雲が訪れる。ある日、オーナーが俺に神妙な面持ちで話しかけてきたのだ。店の近くでは最近急激な都市開発が進み、周りの風景も変わってきた。次々に大きなビルが立ち並び、飲食店も増える一方、そうしてお客さんが流れていってしまったことから、老舗の小さなこの店は経営不振に悩まされていた。店を畳むのは心苦しい。そう思ったオーナーは、業界のつてで新しいオーナーにこの店を売ることを決意したそうだ。突然のことに言葉を失った俺。悲しくはあるものの、雇われの身では何か意見することもできない。オーナーが決めたことなら従うしかないだろう。俺たち従業員のことも考え、売却してもそのままここで働き続けられるようにしてくれたというし、二人には頭が上がらない。けれどやっぱり寂しいという気持ちは拭えないでいた。数日後、俺は予期せぬ形で因縁の相手と再会することになる。よう、久しぶりだな。ランチタイムが終わりそうな昼下がり、いつものように店で仕事に向かっていると、厨房でスーツ姿の男性に声をかけられた。一瞬お客様が間違えて厨房に入ってきたのかと思い、頭を上げると、そこには古川さんが素敵な笑みを浮かべて立っていたのだ。古川さん。俺は表情をこわばらせて呆然と彼を見つめていた。途端に虫けらのように扱われていたあの日々を思い出す。10年経った今でも体が震えるほどのストレスがフラッシュバックしていた。そんな怖い顔するなよ。俺とお前は一緒に働いた仲じゃないか。使えないやつだったけどな。再会するなり以前と変わらない口調で俺を蔑む古川さん。今までにぎわっていた店の空気が途端に重くなっていく。何のご用ですか。口ぶりから見ても客として訪れたわけではなさそうだ。俺は震える体で勇気を振り絞ると、声に出して彼を睨みつけた。古川さんはそんな視線に気づいてふっと鼻で笑う。この店を買い取ったのは俺だ。お前があの店を辞めてからしばらくしてオーナーが俺に全ての権利を譲ったんだよ。勝ち誇ったような口ぶりで古川さんは俺の前に詰め寄る。古川さんに耐えられなくて逃げてきたというのに、これじゃ逆戻りどころか関係が悪化してしまう。どうしようもない感情に胸が押しつぶされそうになっていた。お前がこの店にいると知って驚いたよ。しかも生意気に料理長とはな。嘲笑いながら厨房を物色する古川さん。狭い空間で息苦しい思いに耐えきれなくなった俺は
思わずフロアに出て距離を取った。長く苦しめられた数年間が俺にははっきりと傷として残されている。俺の後を追いかけてきた古川さんは店中に響くほどの大きな声を上げた。今日付でお前はクビだ。二度と俺の前に現れるな。高らかに放った古川さんの言葉に従業員もお客さんも黙り込んだ。不穏な空気が店中を包み込む。ここまで追い詰められるなんて。俺は10年必死で積み上げてきたここでの思い出に涙があふれた。今この店をクビになれば働き口を探すのは難しい。何より俺の夢をことごとく彼に潰されることが悔しくて仕方なかった。言葉にならない思いが胸の中で生まれては消えてゆく。言い返せないままうつむく俺。やがて沈黙を破ったのは団体で来ていたうちの一人の女性客だった。なるほど、お前だったのか。女性は席から立ち上がるとそのまま古川さんの前で仁王立ちをした。いきなり現れた女性の剣幕に彼は少し驚いている。いくらでこの店を買うのかわからないけれど、私はその倍の値段を出す。だから私に譲ってくださらない？オーナー。女性の言葉に出入り口でおろおろとしていたオーナーははっとしてうなずいていた。それを見て微笑む女性と舌打ちをする古川さん。俺は顔を上げて二人のやりとりを傍観していることしかできない。何のつもりだ？古川さんの問いかけに女性は鋭い視線で彼を見つめながら言った。支援で何の落ち度もない従業員の首を切るなんてろくな経営じゃないわ。ましてやオーナーがこの店を譲る条件に違反しているのだから、契約が破棄になるのはおかしい話じゃないでしょ。それまで黙っていたオーナーも女性の返答に同調。他の客席からも古川さんに対してのヘイトが向けられ始めた。一気に居心地の悪くなった古川さんはさらに横柄な態度で怒鳴り散らす。後から出てきたくせに出しゃばりやがって。今にも女性に何かしそうな勢いで怒鳴り続ける古川さんに女性は一枚の名刺を叩きつけた。文句があるなら直接お話を聞きましょうか。弁護士を介入させてね。名刺に視線を向けた途端、それまで暴れていた古川さんは一変、突然青筋を立てながら黙り込んでしまった。オーナーに契約破棄を言い渡され、店を出ていくように促された古川さんは俺に睨みを利かせたまま店を後にした。店内では女性を称える拍手が巻き起こる。ありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。心の底から感謝をしてもし足りない。必死に頭を下げる俺に女性はにっこりと微笑んだ。これで昔の借りは返せたか？俺は彼女の言葉に理解ができず首をひねる。しかし微笑んだ彼女に10年前の面影がそっとよみがえる。もしかして夏美ちゃん？彼女は笑いながらうなずいた。10年前、毎日のように弁当を届けていたお隣の夏美ちゃんは立派に成長してスーツに身を包んでいた。でも彼女がなぜ古川さんを追い返せるような資産を持っているのだろう。疑問に思った俺は彼女に素直に問いかけた。あれから自分なりに料理もしたし勉強も頑張ったんだ。母さんが再婚してうちの生活は180度変わった。でもどうしてもあんたの料理が忘れられなくて。そう言って彼女は俺にさっきの名刺を差し出した。そこには有名一流企業の社名と専務の文字が並んでいる。俺は思わず絶句し彼女を見つめた。驚愕した顔が面白かったのか、さっきまでの凛としていた彼女は少女のように笑い転げる。母親が企業の社長と結婚し、夏美ちゃんは社長令嬢になった。次期社長として父親に経営のノウハウを学びながら、今は自分の社会経験を積んでいるところらしい。
不良として有名だった彼女の姿は見違えるほどに大きな変貌を遂げていた。あの日の彼女の心に俺の料理は確かに残っていた。それが何よりも嬉しくて、自分の人生に間違いはなかったのだと教えてくれる。もうあんたの味食えなくなるの嫌だから、これからも来るから美味しいものを作ってよね。そう言って夏美ちゃんは俺に握手を求めた。こぼれそうな涙を必死でこらえ、俺はその手に応える。店内では再び拍手が巻き起こっていた。数年後、店は夏美ちゃんの会社に買収され、名前も従業員も変わらずに経営している。常連のお客さんは夏美ちゃんが店に来ると救世主だと周りを取り囲むようになった。俺も環境が変わらずに仕事ができることに感謝していた。古川さんはその後、俺に対する嫌がらせで店の批判をネットで連日書き込んでいたが、不審に思った夏美ちゃんは弁護士に相談。情報開示した結果、古川さんにたどり着き、いくつかの名目で夏美ちゃんに訴えられている。負ければ古川さんは莫大な慰謝料を請求されることだろう。小さな店のオーナーでは太刀打ちできる会社じゃないことは明白だった。古川さんはいずれ必ず痛い目を見ることになるだろう。俺は自分の料理の腕をさらに磨くため日々鍛錬を重ねている。夏美ちゃんのように俺の料理を求めてくれる人に対して全力のものを提供できるために、この店に来た人たちの笑顔が俺の最高の宝物なのだから。